はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは KZAN01 Bluetooth イヤーフックです。今回は使ってみた感想やその他のイヤーフックなどの話も織り交ぜながらまとめていくスタイルなので、リラックスしてみてもらえればと思います。イヤーフックは久しぶりって感じもするけど、まあそうだね。去年11月のアリエクのセールで TRN-BT20 Pro を買ったけど、やっと本体がしっかり収納できるスペースができたなーって確認しただけで、レビューはしなかったからね。便利にはなりましたけど、想像より充電ケースが大きかったですよね。そうだな。手頃な価格で買えたけど、性能面で惹かれるところはなかったからね。ってことは AN01 には惹かれるところがあるってことだよね。そうだよ。半信半疑ではあるけど、イヤーフックにアクティブノイズキャンセリングが搭載されてるって言うんだから、そりゃあ気になるさ。それは視聴者さんも同じだと思うから、早速使ってみた感想を共有してほしいんだけど。だよね。でもまあ焦らずに外観から見ていこうかね。上位モデルの AZ20 との比較も少しするけど、価格帯がだいぶ違うんで、価格帯と見た目でこの辺だろうなぁと思って。AE01 にしたんですね。AN01 と外観の見分けがつかないですね。同じ部品を使ってコストダウンしてるんだろう。本体を入れ替えても充電できるからね。AN01 の方がちょっと黒っぽいかな。本体のバッテリーは6時間以上は持つみたい。AN01 は8時間ということだけど、だいたい交渉値の8割ぐらいだと思っとけばいいんじゃないかな。充電ケースの蓋が開けにくいんだって。そう。AE01 と同じでフラットすぎて滑っちゃうんだわ。AZ09 の頃の方が良かったと思うね。とりあえず蓋の前面に絶縁テープ貼っただけで開けやすくなったからいいけどね。本体の感じはどうですか？ AZ20 ほどではないけど小型で装着感は余裕あるし悪くないと思うよ。ただスイッチがちょっと押しづらいんだよな。もう少し出っ張ってるとすぐわかるんだけどね。 AZ20 は操作ボタン押しやすいけど高いやつでしょ？そう思ってたんだけど、今アリエクだと1万円切って販売しているところが多いわ。Android 端末で aptX アダプティブ対応の方が良ければ少し安くなった AZ20 も検討の余地あるかも。AN01 だと LDAC 対応か SBC、AAC で対応コーデックがちょっと極端だからね。iPhone は基本 LDAC に対応していないからコーデックで AN01 をチョイスする理由にはならなそうだけど。とはいえ、業界初のアクティブノイズキャンセリング搭載なのにアリエクで4000円台から販売してる。少なくとも今から3000円台の AE01 を買うんだったら AN01 にしといた方がいいんじゃないかしら。意義なし。LDAC 対応でちょっと脱線すると、これ使うと2ランクぐらい質感がアップしたよ。iPhone でも LDAC で接続できる。FiiO BT11 ですね。昨年の11月のセールですぐ買ってましたよね。ただ新しいファームウェアが出た時点で LDAC 正式対応ってことで、接続は宅内でもちょっと不安定要素はあるけど音質はいいね。イヤーフックじゃなくて TWS につないでも質感がアップした。AN01、BT11、そして KZ そなたの組み合わせで結構主張したけど、なんかもうこれでいいじゃんって思っちゃったわ。ジャックさんのスマホ Bluetooth 5.1 までの対応だけど BT11 使えば AN01 と Bluetooth 5.4 でつなげるんでしょ？そう、スマホ買い替えるのもう少し先にしたいから、そういう意味でも BT11 は重宝するんだよ。じゃあ LDAC の接続について使ってみた感じどうだった？ここではスマホから BT11 は通さずに直接 AN01 につないでの結果になるよ。結論から言うと LDAC 接続は電車内でちょっと不安だった。バスの中では安定していたんだけどね。電車内で座っている状態で走行中から駅に着いてドアの開閉時に頻繁に途切れた 70% ぐらいの確率。確証はないけどどうもホームドアの影響を受けているように感じたよ。特にひどかったのが田園都市線渋谷駅。途切れまくったね。あと LDAC の時にハイパフォーマンスモードにしない方が良さそう。リスニングで遅延を気にする必要はないだろうからね。駅に着くたびに途切れるのはストレスですよね。で、どうしたの？ SBC 接続に切り替えたよ。そうするとほとんど途切れなかったね。でも SBC だと音質がちょっと平面的になったなーっていうことに気づいた。とはいえ頻繁に途切れるストレスよりちょっと音質下がっても安定を選ぶかな。これって一番悪いと思える環境下での結果だから、駅の中歩いたりビル街を歩いたりしてる時には問題なかったんでしょ？そうだね。やっぱり電波干渉の多そうな場所の時に不安定になったね。ちなみにハイパフォーマンスモードってゲームモードのこと？そうだよ。切り替えるとハイパフォーマンスモードってアナウンスが流れるからそう言ってみた。音ゲーをいくつかやってみたけど結構違和感なくできたんで今までより低遅延に感じたよ。さて、そろそろアクティブノイズキャンセリングの効果がどうだったのか教えてもらえますか？そうだよね。これも結論から言うと期待はしない方がいい。音楽かけず耳栓代わりになるかってとこからチェックしてみたけど耳栓代わりにはならないと思った。宅内ファンヒーターの動作音だとちょっと効いてるじゃんって実感する程度。
バス車内ではノイキャンって低域重視で聞く印象なんだけど、これは低域に有効な感じが全然しない。というかあんまり聞かない。一番後ろの座席で2日連続で試したけど、エンジン音の低域カットは全然効果を感じず、低域じゃなく車内のざわざわ感に多少有効だとは思った。電車内でも効果自体はあるんだけど、期待値を上回るようなことはなかった。車内アナウンスもバッチリ聞こえちゃってた。一応 KZ エクストラも持っていって交互に比べてみたけど、エクストラだとノイキャン聞いてるって実感がはっきりあるんで、 AN01 の聞かなさっていうのがよくわかった。今度は音楽をかけた場合、ながら聞き程度で本気で聞くより音量下げ気味でチェック。バス、電車とも車内のざわざわした感じが多少取れるので効果自体はあるんだなぁとは思えた。車内の音気にならなくなってた。寝てたからじゃないの？いやいや、ちゃんと起きてたから。効果自体は弱いけど、オンにして音楽かけてるとオフよりは多少いい。ただノイキャンオンオフ、外音取り込み、ノイキャンオンのサイクルなので、オンとオフを交互に聞き比べできないのがちょっともどかしいのよ。外音取り込みで外の音が聞こえる状態からノイキャンオンになったら効果がすごくあるように感じるじゃんか。確かにそうですね。あとトランスペアレンシーモードはまあ普通に聞いたね。外音取り込みのことだよね。そう、外音取り込みはアクティブノイズキャンセリングと表裏一体な気もするんだけど、こっちは効果がはっきりわかる。実用レベルだと感じたけど、すごくクリアというほどでもなかったかな。そんな印象なので、どの機能も満足できる結果ではなかった。だから今回は機能を期待して買う場合、あんまりおすすめはできないというのが正直な感想。ただ4000円台から買えることを考慮すると、そろそろイヤーフックの買い替えを考えている人には試してみてもいいかなとは思った。私自身これなら通勤時に好きな優先モデルに弱いノイキャンつけて常用しようって思ったから。なんだかんだ辛口な感想の割に手応えはあったんじゃん。まあそうだね。ノイキャンの効果は同じ KZ の TWS エクストラにも及ばずだったけど、今後他メーカーも同様の製品を発売するのかなと思うと、よりノイキャン効果の高いモデルへの期待も高まるし、そういう意味で AN01 がリリースされたのは大きいかななんて思ったよ。そうですね。愛もこれは使ってみたいのでさっき買いました。優先モデルをもっと外に持ち出したいですからね。はい、ということで KZ の Bluetooth イヤーフック AN01 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。